始まりましたかね。音出てるかな。始まりましたかね。OK ですね。はい、皆さんこんばんは。とくたび TV の徳富です。今日は2024年11月26日火曜日ですね。11月ももうそろそろ終わりとなりました。今日はひげを、カットして、そして髪の毛も切って、先週の放送に比べるとだいぶすっきりした見た目になっているのではないかと思います。ここら辺にひげがねちょっとあると、やや、本当にややだけど、ちょっとふっくらした感じに見えるのかなというようにも自分でこの画面を見て思いますね。やっぱりここら辺ないとねだいぶね顔がシュッとして見えるのではないかなというふうに思います。顔が今シュッとすると言いましたけれども、実はちょっと今体重が増えてきていまして、昨日の時点で、大体63キロ、62.95 だったかな、正確には。63キロという数字は僕が想定している自分の体重、一応60キロを目安にしてるんですよ。60キロ超えないようにしようとは思ってはいるものの、ちょっとね最近ね運動をサボっていて、上がり気味ですね。10月の初めにタイに行きましたけれども、その前ですね、9月の末頃は確かね61いかないくらいだったんですね。でタイに行った後に1キロ増えて62になって、そして11月になってからほぼ運動しないで、結構食べてるなというようなイメージがあります、以前に比べて。で久々に体重計乗ったら63くらい、ということなので、ちょっとねちゃんとね運動をして体作りをしないとなというふうにも今思っています。思ってはいるのですけれども、じゃあね、今日からすぐに運動すればいいのですけれども、実はもうすぐまたタイに行きます。ということがあるので、ちょっとね今ねやっちゃうとリズムがねまたうまく作れないかなというので、またねタイから帰ってきてから、ちゃんとね運動をして体作りしようと思っています。これね体脂肪率と骨格筋率だったかな。やっぱりそれがねどうしても上がってしまっていますね、運動していないと。ということなので、12月に入ってからちゃんとまた運動を始めたいと思います。そうで、あとはね、こんな本買ったんですよ。タイを知るための72章。10日前ぐらいにこれが届いたのかな。それもちょっとねまだね読み始めてもいないんですね。結構分厚めの本です。電子書籍であれば Kindle であればよかったのですけれども、残念ながら紙の本でしかなかったので、久々にこういう紙の本買ったかもしれませんね。基本僕Kindle 派で電子書籍ばかりを買っています。ちゃんとね自己流で適当にタイの街を歩くだけでなくて、タイについてちゃんと勉強しないといけないなというふうに最近思っているので、これもね12月にタイから帰ってきてからまたちゃんと読もうと思います。あとね気になるニュースが入ってきたんですよね。昨日あたりだったかな。タイのバンコクで、狂犬病に感染した動物が発見されたというようなニュースですね。
ただこれはね、バンコク中心街ではなくて、そこからだいぶ離れているんですね。スワンナプーム国際空港の、やや西側、バンコク中心部、ややバンコク中心部方面に行ったところ、付近だそうです。したがって、バンコク中心部に行くのであれば、そこまで心配しないではいいかなとは思ってはいますけれども、やっぱりね、キョンケン病は怖いので、できるだけというか、もう動物には近寄らないようにと。僕は犬は苦手なので、これまでも近寄ることはなかったのですけれども、今まで以上に犬には気をつけようと思います。でその他の動物もですね、猫好きなので、猫にも狂犬病で感染するんですかね。猫好きなので、やっぱり近づきたくはなるけれども、できるだけ離れたところから見ようと思います。もちろん鳥には近づきませんしね。というようなニュースが入ってきましたので、バンコク滞在中の方、そしてこれからバンコクに行く方は、こちら注意していただければと思います。むやみに動物には触らないと。そしてちょっとチャットの方にも流していきますけれども、これで見えるかな。いかないな。こっちから行けばいいかな。ちゃんとリンク飛びますね。今流したやつはバンコク病院の、ツイート、X の投稿ですね。でこちらでは何かあった時のサポートをしてくれるというようなことも書いてあったので、こちらちゃんと僕もメモしていこうと思っています。さあというところで、今日の導入部分はそこまでにしまして、メインテーマに行きましょうかね。今日のお話は初めてのタイ一人旅。この旅は2017年8月に行ったものですね。今から7年前のことです。でこの年の6月に、初めてタイに行きまして、これ僕ちょっとご招待で行かせていただいたんですけれども、でその2ヶ月後の8月に、一人でタイに行ってきました。でその旅の様子のお話を、前回まで2回ほどお伝えしています。で今日は旅の3日目のお話ですね。これが朝食。ここまでは、この旅ではホテルで用意される朝食を食べていました。今年に入ってから8月10月とタイに行っていますけれども、その際の昼食は朝ごはんはホテルの外に出て、そこら辺のローカル食堂で食べるというふうにやっていますけれども、まだこの旅の時には7年前の時にはローカル食堂に入る、屋台のものを買って食べるというような勇気がなかったので、こういった朝はホテルでの食事が基本となって、お昼ご飯や夜ご飯は割とちゃんとしたというかきれいめのレストランに入るようにしていました。
で、これがまあ朝ごはんです。で、大体まあこれ、僕の朝ごはんの量はこれぐらいです。これ左の奥、ちょっとまあ写真の撮り方の都合上、ボケていますけれども、多分これタイチャーハンかな。チャーハンかな。で、あと卵、スクランブルエッグとソーセージ、ハム。で、さらにフルーツ。これぐらいで僕は実は十分です。さあ、で、この朝食の後ですね、ここからクレット島という場所に向かいます。そう、今日のお話はクレット島特集となります。クレット島というのは、ちょっと写真を早送りして、こんな感じで、チャオプラヤ川に囲まれた中州のような場所ですね。島と言いましても、実際のこの島ではなくてやっぱり中州ですね。で、これ見てもらいますと、本来の流れはこの左側の方にこのぐるっとカーブしている流れ、川ありますけれども、これが本来のチャウプラヤ川で、そこにこの右側のこのまっすぐのやつありますよね。これショートカットで、運河として後から掘られたものだそうです。以前は陸続きだったものを、ここが人工的に川つなげられて、この真ん中の部分が取り残されて中州にクレット島になったということですね。さあ、そしてまたちょっと戻りまして、写真の順番をちゃんと書いておけばよかったんですけれども、まずこのクレット島への行き方なのですけれども、簡単なのはタクシーに乗っちゃうことです。バンコク中心部に行くならば、今はグラブとかボルトで配車アプリで簡単に車お願いできますけれども、この7年前の当時は確かそれなかったんじゃないのかな。あったのかな。もしかしたらあったのかもしれませんけれども、まだ僕はその存在を知らなかったので、普通にタクシーを捕まえてクレット島の入り口となる場所まで連れて行ってもらいました。で、バンコクのタクシーって本来はメーター制なのでしょうけれども、そのメーターを使ってくれない交渉制なのがほとんどだと思います。で、僕はここで初めてタクシー使ったんですよ。タイバンコクで。で、ラッキーなことにその初めての乗車のタクシーの運転手さんがメーター使ってくれたんですね。なので料金交渉がありませんでした。で、バンコク中心部プロンポン駅付近ですね。プロンポン駅前からタクシーに乗ってクレット島の入り口まで連れて行ってもらったところ、高速料金を含めまして305バーツかかりました。多分交渉だったらこれもっとでしょうね。倍くらいいったのかな。500とかに行くんですかね。で、この当時は1バーツ3円でした。7年前の8月は。今は4.4円、4.5円の計算になるので、なりますよね。したがって、だいたい900円ぐらいですね。1時間行かない乗車ぐらいだったかな。40分、45分くらいの乗車でした。しかもこの運転手さんは遠回りするというようなこともやらずに最短距離でちゃんとまっすぐ行ってくれましたね。すごくいい運転手さんに当たりました。さあ、でクレット島の入り口ですね。ここからクレット島に行くわけですけれども、ここねお寺なんですよ。で、お寺の中をずんずん突っ切っていきますと船着き場があります。チャオプラヤ川ですね。
チャウプラヤ川の人工的な運河部分ですね、そこに出ます。でこれ案内が出てるんですけれども、タイ語ですね。全然わからないですね。今年の8月にもクレット島行ったんですけれども、全然ちょっと気にして見てなかったけれども、英語の看板あったかな。ちょっとそこは覚えていません。この当時はタイ語の看板案内だけでしたね。でこのような船に乗って対岸のクレット島に向かいます。これもう対岸見えてますね、左の奥の方に。でこの船の渡し賃はどれぐらいだったかな。2バーツか。2バーツですね。ほとんどただのようなもの。この当時は3円、1バーツ3円だったので6円。気持ち程度の渡し賃で、クレット島に渡ることができました。なのでクレット島の内部に入ります。で島の案内、ちょっとこれ写真小さめで分かりにくいかもしれませんけれども、基本ピクトグラムなんですね。文字も出ていますけれども、この絵を見ればどちらの方向に何があるのかというのが分かるようになっていました。そしてやはりお寺があります。でこのお寺のところには日本語の案内も出ていました。クレット島に渡る前のところでは英語の案内すらなかったので、ここで突然日本語が出てきておおってなりましたね。こちらの本堂は1874年にラーマ5世の時代に建てられました。150年前か。本堂の中にはヨーロッパ様式の絵が飾られていて、大仏が安置されています。本堂の高さが18メートル80センチ、幅が10メートル70センチありますと。でちょっとね、この時は修復中だったのですけれども、工事中だったのですけれども、こちらが本堂と。で先ほど見ていただいた、クレット島の地図ですね。でこの地図の右上の方に船着き場があります。クレット島のこの右上の部分ですね。You are here って書いてあります。でそこで、ここからこの地図上の左側、左に進む道に入っていくことにしました。この地図からでも分かりますかね。この地図の上側の部分に建物があります。であとはこの下側の部分ですね。で島の真ん中とかあと左側の方はほとんど建物がない、というような、状況ですね。さあで先ほどの左側の道に入っていきますと市場があります。ここが市場の入り口です。ここは英語出ていますね。OTOP ビレッジチャンピオン。チャンピオン？何のチャンピオンなんだ？ OTOP ってさっきもどっかに書いてあったな。ちょっとこれがなんだか分かんないですけれども、ここから市場です。ただここに市場あるんですけれども、基本的に土日祝日営業なんですよ。週末、基本週末ですね。あと祝日で、平日はこの市場のお店が、ほぼ閉まってしまうので、すごく静かになります。なので遊びに行くとしたら土日祝日ですね。
で僕が行った時、この7年前もあと今年の8月にもクレト島行ったのですけれども、日本人の人はあんまりいなかったんじゃないかな。日本語が聞こえてきた覚えはないですね。欧米系の外国人たまに見ましたけれども、基本タイですね。タイの方、多分バンコクの中心部の方が日帰り旅行で行くような場所というふうに聞いています。で、宿泊施設も島の中にはそんなに多くはないんですよ。で、僕はこの2024年8月にその少ない宿泊施設の一つに泊まってきました。そのお話はぜひメイン動画の方でちょっと遡って見てみてください。南の島の小屋みたいなところに泊まりました。さあ、市場の中に入ってみましょう。そう、こういうね、お土産屋さんですね。あんまりね、この市場はやっぱりね、観光でしょうね。リバさん、こんばんは。クレト島は日帰りと認識の場所なので、島内に宿泊する日本人は初めて見ました。やはり徳さん面白い。ありがとうございます。そう、やっぱりね、日帰り旅行ですね。そう、僕が泊まったホテルの方も、そう、観光客はみんな日帰りで泊まってくれないというふうに嘆いていましたね。やっぱりそこまで泊まる場所があるというような認知度もないんじゃないかなというふうに思いますね。特にタイの方が泊まるということはないと思うので、やっぱり外国人が泊まることになると思います。そう、ぜひ皆さんもこれからタイに行く方、ちょっとクレットとチェックしてみてください。面白い宿もありますので。そうで、この市場は、やっぱり基本観光向けのお店ですね。観光客向けのお店。で、こういう、お菓子。これ、ここでは買わなかったんですけれども、この左側の丸いやつは、この2ヶ月前の2017年6月の旅のところで1個食べた記憶がありますね。これ美味しかった覚えがあります。そう、クレト島は素焼き焼き物体験ができる場所がたくさんあったり、あとこういうかわいいタイの伝統的なお菓子、これが多分売りなんじゃないかと思いますね。そしてあまり僕人は撮らないんですけれども、ここではちょっと撮らせてもらいました。で、ここもこのお二人もお菓子のお店ですね。ここでね、こんなお菓子を買いました。葉っぱに何かが包まれていて、それが串で3連になっているというものですね。1本10バーツ。当時は1バーツ3円なので30円くらいのものです。あんまり美味しいものではなかったですね、これは。素直にオレンジのお菓子の方を買えばよかったなというふうに思います。それでね、今年の2024年8月にまたクレット島に行きまして、でこの2人またいるかなと思って探してみたんですよ。でそしたらこの右側の若い方はいなかったのですけれども、多分これ左の方は、多分いたと思います。まだクレット島で、この場所でお菓子を売ってました。このね緑のお菓子ではないものを販売していたのですけれども、多分
ですね。ちょっと話しかけて、この写真さっきの写真見せて7年前もここに来たんですよっていうふうに見せればよかったんですけれどもね、ちょっと僕にはそういうコミュ力はないので、積極的に人に話しかけるというようなことはないのでできませんでした。そう、こういうお菓子ですね。これもなんか日本でいうところの見た目落眼っぽいやつ、これ1個5バーツですね。そういえばこういうね、可愛らしいおやつ、可愛らしいお菓子のお店がたくさんあります。お菓子と素焼き。さあどんどんとクレタ島の中に入っていきましょう。メインストリートには、道の両側に、メインストリートといってもすごい狭い道ではありましたけれども、両側に市場のお店が、小さなお店がたくさん並んでいます。でそこから脇道を入るところですね。でこの脇道の向こう側にもお店がありました。カフェがありました。ウェルカムと英語表記あります。で右側の方、これは看板なんて書いてあるんだろうな。よいしょ。Google 翻訳で面白翻訳が出ちゃうんですけれども、今こんな感じで映るのかなこれ。ちゃんと大きくするとこっち側か。マンゴーもち米、マンゴースティッキーライスがここにはあったんですね。あと若いココナッツあんちゃん、なんじゃこれって感じですけど、多分ココナッツジュースですかね。ロイケオヤシと、なんだこれは、ヤシの実、何でしたっけあれ。これぐらいの、ココナッツジュースかな、ヤシの実なのかなあれ。こういうね、カフェです。カフェ。そう、ここでちょっと休憩をすることにしました。メニューを見てみますと、タイ語でした。このお店は今現在2024年現在にも存在しています。メニューは、この当時はタイ語表記、タイ語ばっかりかな。英語も書いてあるのかな。ちょっとちっちゃくて見えにくいけれども。そう、こんなね写真もあったので、タイ語のメニュー見ても分かんないので、これがいいというような感じで、この写真でお店の方にお願いすることもできました。僕はこの中心に真ん中に写ってるやつを注文してみました。これですね。これは僕が注文したのはこの青いドリンクはブルーピービーズココナッツジュース。ココナッツジュースにブルーピーという花、バタフライピーとイコールなのか、それとも似ているものなのかな。多分同系統のやつだと思います。そう、これねかき混ぜるとちょっと色が出にくいで、色分かりにくいですけれども、紫色になるというようなものですね。そう、見た目が面白いと、ちょっと楽しみがあるドリンクでした。でさらに、カフェの後は
ランチタイムです。お昼ご飯を食べに行きました。でこちらのお店はここではチャーハンですね、タイチャーハンと、あとこれもドリンク、バタフライピーのやつじゃないかな。一応確認すると、ソーダにバタフライピーが入ってたやつなのかな。そう、こんなね、川沿いにあるチャウプラヤーガー、これ運河方面です。人工的に開拓された方の、チャウプラヤガーのに面しているところですね。そう、たまたまね、すごくお店混んでたのですけれども、運よくこの川沿いの席が一つポンと空いたので案内していただきました。そう、こんな感じですごい混んでたんですね。でちなみにチャーハンは値段はいくらだったかな。70か80かな。チャーハンは80バーツでした。当時のレートで240円。今だったら、4.5 だとすると360円。日本の感覚からすると360という数字は安めではありますけれども、ちょっと高めではありますね。なんとなく僕は60バーツというのが一食の、ローカル食堂で食べる時の基本的な値段かなというふうに思っているので、やや観光地価格が入っていました。美味しかったです。そして土日週末にはこういうなんかイベントなどもありますので、タイの伝統的な踊りが見られたりという一方で、昔ながらのクレット島の暮らしですね。このメインストリートから奥の方に入ったところに、民家が居住部分があったりするのですけれども、そこに行くための橋、竹で作られている、こんな橋もありましたね。そして食後にはデザートタイム。さっきのエビチャーハンのお店と、で今ここで見ていただいているこのマンゴーかき氷のお店、これが同じ建物にあったのですけれども、これ今年の8月に行った時に確認したらもうなかったです。両方ともその建物自体が閉鎖されていましたね。そう、マンゴーかき氷めちゃくちゃ美味しいんですけどね。そして、クレット島に限らずタイの町には猫がたくさんいます。でこのクレット島の市場の入り口のところにもなんか主みたいな人が、猫がいました。さあでいよいよクレット島ともお別れですね。また2バーツの渡し船に乗って対岸へと戻っていきます。基本、先ほども言いましたけれども、タイの方が日帰り旅行で多く訪れる場所です。でも日本人でも十分楽しめる場所になっています。ここではこの時、この2017年8月の旅の時には乗らなかったけれども、レンタサイクルもあってぐるりと島の中を走る、一周することもできます。そんなに時間かからずに回ることができるので、市場の人混みのところがあり、でさらにジャングルがあって、ほとんど人がいないようなところを走ったり、
ということで、いろいろ楽しめるルートがありますので、レンタサイクルで島を走る、もしくはバイク運転できる人はバイクもあります。であと島の交通機関はないです。売宅の人がいるくらいで、あと車多分ないんですね。車走ってないです。見かけませんでした。そもそも車が入ってくる余地がないんじゃないかな。あるのかな。外から多分船でこう渡してくるというところがあるかもしれませんけれど、基本島の中は車走ってないです。さあ、そして船で対岸に渡っていきまし対岸に渡って、クレト島とお別れとなりました。そしてまたねプロンポンに戻りまして、でもこの日までこのプロンポン駅の近くの宿に泊まっていったのですが、そこでチェックアウトしまして、別の場所に移動します。別のホテルへと移動しました。で今度はプロンポンからチャオプラヤ川沿い、ワットポーのすぐ近くです。ワットポーのすぐ近くにある、リバアルンバンコク、というホテルへと移動しました。ディンバさん、猫ちゃん多いですよね。僕はタイ旅行中は中ロを日本から持っていて旅行中にカバンに入れています。へえ。日本のチュールって食べるんですね。美味しく食べるのかな。チュールの美味しさは全世界の猫共通ですかね。それともタイにもチュールっぽいチュールみたいなやつってあるんですかね。さてでこのリバーアルンバンコク、このチャオプラヤ川沿いにあるホテルです。沿いと言っても、ちょっとね倉庫が川とホテルの間にはあるけれども、すぐそこですね。ほぼすぐ目の前がチャオプラヤ川というホテルに泊まりました。そうで、このホテルの部屋がなかなか面白くて斬新で、こんなデザインの部屋に泊まったのは初めてでしたね。これ左側を見ていただくと洗面台があるんですよ。でそのすぐ向こう側にベッドがあるんですね。こう仕切りは透明の板がで、水場とベッドがちょっと仕切られてはいますけれども、ベッドと洗面台がこれ一体型ですよね。で、すごく綺麗でしたね。でアメニティ類も、基本的なもの全部ちゃんと揃っています。歯ブラシもあるし、ベッドも綺麗だし清潔だし。でこれがデスクですね。大型の鏡があって、左下にこの四角でぐるぐるぐるというようなものがありますけれども、あそこを開けるとミニ冷蔵庫が出てくるというようなものでした。これが部屋からの眺めです。チャオプラヤ川が、ちょっと見えました。でこの部屋からは見えなかったのですけれども、ワットアルンビューの部屋もあります。この写真の画面の右側の方に行ったところに行った川の対岸にワットアルンがあります。それでホテルにチェックインして荷物を置いて、その後夜ご飯を食べに出かけました。ワットアルンビューの
レストランです。なんてレストランだったかな。イートサイトストーリー。ああ、リボさんありがとうございます。ありがとうございます。あはは。イートサイトストーリー。イートサイトストーリーは、これは今でも営業しているレストランですね。Google マップのリンクいけるかな。うん、いけますね。そう、このイートサイトストーリーというレストランに行きまして、パッタイですね。パッタイとコーラを注文しました。でこのパッタイが、今は、あえてパッタイを食べに行きたいとは思うことはないですけれども、この当時は、そこまでね食べ物に冒険するというようなことができなかったので、パッタイがねなんと230バーツでコーラが48バーツで、さらに、そこにサービス料と税金が加わって327バーツというお値段の夕食となりました。323、ちょっと計算簡単にするために330として、当時はそこに3をかけて990円、約1000円ですね。タイの食事としてはすごく高いと思います。で今だったら今のレートで考えたら1500円か。やっぱり高いですよね。さっきいくつ言った327、ドリンク抜かして230でまだ250ぐらいか、税金などが入ると、さっきも言いましたけれども、だいたい僕は1食60バーツで考えているので、それに比べるとすごい高級パッタイだなと。今だったら絶対注文、こういうレストランにも行かないでしょうけれども、食べないようなものでした。そう、こういうテラス席がありまして、僕もテラス席に座りました。この席からはこういうワットアルンビューですね、ライトアップされている仏塔を眺めることができるというレストランです。あとエアコンが効いている室内の席もあります。ここもちゃんと予約していけばもっと川沿いの席に座ることができるんじゃないかな。タイミングにもよるでしょうけれども、僕はこのテラス席の手前側ですね、川からちょっと離れた席に座りました。案内されました。それでもそう、こういう感じでね、人越しではありますけれども美しいファットアルンの姿を見ることができました。そして夕食の後はまたホテルにリバーアルンバンコクに戻りまして、でこのホテルの屋上に、ルーフトップバー、ルーフトップレストランがありました。でこのテーブル席は、レストラン用、食事をする人用の席で、食事しない人はちょっとですね明確な写真が残ってないんですけど、カウンター席、ちょっと端っこの方に追いやられるような席に座りました。僕ここで普段はお酒飲まないんですよ。
今も2024年8月10月と今年2回バンコクに行きましたけれども、その際にもお酒一滴も飲んでいません。日本でもまず飲まないですね。今年飲んでないし、去年も飲んでないし、その前も飲んでないし、最後に飲んだのはいつだろうというように振り返ってみると、いつだろう。もうわからないくらいお酒は飲んでないですね。そうでもこの時は7年前の8月は、これカクテルを飲みました。何のカクテルなんだろうな。何のカクテルだったかというと、うーんとこれか。この黄色いカクテルはマンゴードリフティングというカクテルですね。いくらだったんだろう。ちょっと記録を残してないな。値段はわからないです。そう、こんな感じでね、お酒が飲めないというわけではなくて、あえて飲んでいません。お酒で失敗したからというようなことではなくて、飲む必要性を感じられなくなったので飲まなくなっています。特に外国での一人旅の時にはお酒を飲むことによって判断力とか注意力とかそういうようなものが鈍ってしまったら危険に巻き込まれることがあるかもしれないので、もう今は絶対に飲まないようにしています。でもこの時には、ホテルの中もう外にはここから出ないので、あとは寝るだけだったので、多分久々ですね。この時もカクテル飲んでいます。そしてちなみにこのリバーアルンバンコクいくらだったのかな、一泊。当時、9,000円ですね。ということは3,000円バーツか。日本円で9,000円。今のレートで考えたら13,500円か。結構なお値段ですね。一応リバーアルンバンコクGoogle マップのリンクをチャットの方に投げました。もう本当にワットポー、そしてワットアルン、さらに王宮ワットプラケオの観光にはぴったりの立地のホテルです。ざっと見たところ今2万円超えですね、一泊。だいぶ高級ホテルですね。4つ星ホテル。今は泊まらないだろうな。今こんなに一泊に値段をかけることはないですね。2万円か。この2万円という値段、Google マップで出ている2万円という値段、多分ちょっといい部屋なんじゃないかなと思いますね。僕が泊まった値段は低めのランクのところだったと思うので、もうちょっと安いかもしれないです。そうといったような感じでバンコク初めてのタイ一人旅3日目の夜が更けていきました。そして
次がバンコク4日目のお話になりますね。そちらは次回詳しく見ていきますけれども、そう、このホテルに泊まったということは、もうバンコク観光の定番中の定番ですね。ワットポー、そして王宮ワットアルンをこの翌日に見て回ります。そう、7年前はこういうね、もう本当にね、観光したこともやっていましたね。で、その観光の合間に素敵なカフェにも立ち寄りましたので、それもね、また次回の、今度のライブ配信で紹介していけたらと思います。で、そして先ほどクエット島の猫紹介しましたけれども、次回またたくさんの猫紹介します。そう、ここら辺のお寺にはね、すごい猫いるんですよね。そう、といったところで、今日の初めてのタイ一人旅その3クレト島特集は終了になります。で、ここで次回のライブ配信なのですけれども、通常は金曜日となるわけですけれども、29日金曜日か。なるわけですけれどもと言いましたけれども、29日金曜日です。29日金曜日にライブ配信しますが、ここではないところからお送りします。そう、ということはもうタイですね、バンコクからライブ配信します。ちょっとね、時間がね分かんないんですよね。どこで配信するのかまだ全然決めていないので、もしかしたら昼間かもしれないです。朝かもしれないです。夜かもしれないです。突然始まります。でもちゃんとアーカイブ残しますので、いつでも見られるような状態にしますので、ぜひぜひそちらもご覧になっていただければと思います。で、あとメイン動画の方は明日11月27日水曜日の18時にアップします。内容としましては、ベトジェットエアですね、前回の10月にタイに行った時に利用した航空会社ベトジェットエアでした。ホーチミンシティ経由ですね。でバンコクに行きました。で行きは、トランジットで、すぐに羽田からホーチミンシティ、そしてホーチミンシティからバンコクスマンナプーム空港に行ったのですけれども、トランジット時間がほぼなかったので、普通にトランジットしました。国際線乗り換えで、その乗り換えの方法や、あとベトジェットエアのラッキー席について紹介しています。これからバンコクに行くときにベトジェットエアに乗るという機会がある方はぜひ参考にしていただければと思います。で、あとはあれですね、次のタイ旅行は、そんなにね、滞在日数が、今回は取れないので、割と短めの滞在です。そうでね、普段の旅行だったら、これまでのバンコク旅行の場合には、全く日本では考えていかないで、初日くらいで、その翌日以降2日目以降は現地で何するかというのを考えていましたけれども、今ね、ざっとではありますけれども、何をしたいか、どこに行くのかというのを決めていっています。そしたら結構ギチギチのスケジュールになりそうだなと。
あんまり夜僕は出歩かない人なのですけれども、そう夜もね、ちょっといろんなところに行ってみようかなと。今しかやっていないイベントに行こうかなというふうにも思っています。そう、ただ、この今日の最初にもお話ししましたけれども、狂犬病ですね、狂犬病発生地域、発生エリアの近くで開催されるイベントにちょっと行きたいなというふうに思ったものがありました。それがどうなるのかというのがちょっと心配なところではありますね。というようなことで、いつもね30分とは言いつつも、結局今日も1時間近くになっちゃっていますけれども、そろそろ終わりにしようかなと。僕もだいぶ眠気がマックスになってきましたので、また次回に、次はタイからお送りします。まさに今現在のバンコクの様子というのを皆さんと共有したいと思っています。ということで、リーパさん、またスパチャありがとうございます。スパチャっていうのかな、これは。ではでは、今日も夜遅くなってしまいましたので、皆さんもゆっくり休んでください。平日はまだ続きますからね。明日も僕もいろいろ作業を頑張って進めて、タイでなるべく仕事をしないように、そのレベルまでちょっと集中して明日頑張ろうと思っています。それでは皆さん、今日のところはここまでにしましょう。ではでは、おやすみなさい。さようなら。